どうもよろしくお願いします。高倉和也です。ゴジラ怪獣の好きなところを語る動画、ゴジラ怪獣ここが好き。今回もよろしくお願いいたします。さて、今回は久しぶりに投稿するこのシリーズでございます。ラドンが主役の世界戦、ラドン2000ミレニアム編ということでね、すいません遅くなりまして初手謝罪から入るという形になりますけれども、まあちょこちょこですね、このシリーズすごい好きですとかですね、これをきっかけでこのチャンネル見始めましたみたいにね言ってくれる方が、いらっしゃいまして、その度にですね、そのうちねそのうちやりますんでとね、露骨にねお茶を濁してきたわけでございますけれども、今回ね実に3年ぶり確認したら3年ぶりに再開ということでですね、よろしくお願いいたします。この動画ではですね、まずは3年間空いてますので、ここまでのね、ラドンが主役になった世界線の説明、要は昭和シリーズからエメゴジに至るまでの我々の世界におけるゴジラ作品とはどういう違いがあるのかというのをですね、ざっと振り返った上でですね、ゴジラ2000ミレニアムの主役がラドンになった場合、一体どんな作品になるのかを考えていきます。ということで、最後までよろしくお願いいたします。ではまずはここまでのラドンが主役の世界線の流れをざっと説明していきます。まず1956年に公開された空の大怪獣ラドン。この映画がですね、第1作目のゴジラを大幅に凌駕するほどの空前の大ヒットを飛ばすんですね。もう東方上層部のね腰が抜けるほどのこのボケ3年前にもした気がするんですけどねネタの幅が広がってないというね。これによってですね、ラドンが一番人気のあるいわばドル箱怪獣となりまして、我々の世界ではゴジラが主役になっていた映画作品がラドンを主役として作られるようになる。ゴジラとラドンのポジションが入れ替わるというのがこの話の大前提ですね。例えば本来の世界ではキングコング対ゴジラであった作品がキングコング対ラドンになりまして、その影響により映画の筋書きも微妙に変わってきたり、あるいは変わらないところもあったり、そういった展開があるわけですね。キングコングが帯電体質にはならないとか、やっぱり熱海城は壊れるとかですねその他昭和シリーズではですね、ラドンが毎回阿蘇山から出現するせいで、昭和シリーズの時代は毎年阿蘇山が噴火したりとかですね、メカゴジラではなくメカラドンが出てきたり、それでもなぜかジェットジャガーは変わらず出てきたりとかなぜかどの世界線でもジャガーは出てくるというですね、そういった変化するしないみたいな展開がありました。またシリーズ全体、昭和以降の作品に影響する点としては、ラドンが主役の怪獣映画が作り続けられたことにより、怪獣といえば空を飛ぶものであるという怪獣自体のイメージの変化も起こります。我々の世界における怪獣といえば口から火を吐くものだよねみたいなものですね。これがラドンが主役となることで、空を飛ぶ怪獣こそ王道であるという認識になるわけです。またラドンという撮影に双円技術が不可欠な怪獣が主役になることで、この世界では双円技術が我々の世界と比べて飛躍的な進歩を遂げていきます。これらの影響により空を飛ぶ怪獣が次々登場し、そして本来は出番がほとんどなかったバランがですね、ゴジラが主役の我々の世界のシリーズにおけるアンギラスのようなポジションとなって、バランの登場作品が爆増するというね恐ろしい展開が待ち受けているわけですね。こうして怪獣のイメージや技術の変化、登場する怪獣の変化などがありつつ、続いて1984年、昭和シリーズの流れがリセットされ、空の大怪獣ラドンの直接の続編となる84年版ラドンが公開されます。この作品においてラドンはゴジラが改めて放射線や戦争などの象徴として原点回帰したように、空の大怪獣ラドンで描かれた炭鉱での事故とそこで働く人々の人間関係の怖さ、石炭という化石燃料の象徴、また化石燃料が原因となる地球温暖化との結びつきなどの要素を再獲得します。そしてこれ以降のバーサスシリーズ作品では、熱エネルギーを吸収する作用のあるラドン細胞、いわば R 細胞ですね、これの登場であるとか、ラドンが怪獣化した要因、つまりゴジラが放射能によって怪獣になったように、ラドンはダイオキシンの影響で翼竜が怪獣化したという新たな設定と環境問題という新たなテーマ性の獲得、
デストロイヤーが登場しないことで話の筋書きが大きく変わるバーサスシリーズ最終作など数々の大きな変化があります。そしてね、毎回次の作品に話をつなげる都合上、毎回ラドンが三原山で眠りにつくと。昭和シリーズでは阿蘇山が毎回噴火して、バーサスシリーズでは三原山が毎回噴火すると。超災害大国になっているというですね。まあ、ある種のお決まりの展開になっていくわけです。そして日本でのバーサスシリーズが終了した後公開されたエメリッヒ版ラドン、初のハリウッド版ということで、期待した観客が目にしたのは日本のラドンとは全く似ていないでかいだけのマグロ食ってるダチョウでした。マグロ食ってるダチョウはそれはそれで珍しいですけどね。そんなエメリッヒ版ラドンの評判を受けて再び日本で制作されるラドン映画、それが今回お話しするラドン2000ミレニアムです。結構長くなったので一旦まとめますと、まずこの世界線の怪獣全体に対する変化としては、怪獣は空を飛ぶのが普通だという認識、それに伴う飛行怪獣の増加があります。さらに飛行怪獣を撮影するための操演技術が飛躍的に進歩するという技術的な変化も起こります。そしてラドンという怪獣単体の変化としては、ラドンが有する象徴性の変化、つまり石炭産業とそこからつながる環境破壊というテーマ性の獲得が一つ、そして設定面でも R 細胞や新たな誕生経緯といった変化が起こっているわけですね。さて、ここまでの世界線の変換を踏まえて、ゴジラ2000ミレニアムの主役がラドンだったらどうなるか考えてみましょう。